すごいいい場所にあるじゃんねえ。そうソファーダイニング的な。そうね、隅っこ。本当だあっていうのは大きいサイズだと思ったってことね。折りたたまれてると思って撮ったら、それすごい可愛い。玄関にも合いそう。幅がちょっと足りないから、玄関の幅が足りない感じ。ああ、キッチンマットこういうのでもよかった。うん、可愛いね。素敵ですよね。こっちの色もすごいいいよ。あ、一番奥に、はい。あ、そうですね、そうですね。あそこに壁付けで、はい、お願いします。確か
高いやつがあれば背の高いやつとかそうじゃないですか。一回置いてみようか。この辺にあるものをあと本だよね。本を多分まず置いた方がいいね。うん。あ、吉田さんブックエンド。これブックエンドじゃない。ああ、確かにそうだね。こっちがだから横置きとかでさ、ああ、そうね。こういう感じじゃない？はいはいはい。こういう感じ？はいはいはい。こういう感じの方がいいかな。どうだろう。こういう感じ？なんかちょっと足りない感じ？いいんじゃない？もう気持ち？もう気持ち？もっともっと？もっともっと？はいはい、 OK です。あ、マティスのやつ入ってる？マティスかな。ちょっといくつか言ってる。なんか蛍光のやつかっこいいじゃん。あ、これをついにこれ一周しか多分外で飾ったことなかったか。しかもそれいつ買ったやつ？ロンドンで。多分すごい前で、私の絵ですね。あ、飾るそれ。私の絵ですよ。これとかでも全然あれじゃない。あとこの DNA のやつ。おお、昔描いてた絵だ。私の絵が。すごい。私の絵ですね。おお。あ、すごい、反射がすごい。反射がすごい。反射がすごい。そうそう。おお。これ確かになんか裏がこういう風になってるからさ。真っ白とか入れなくて。そうだね、なんか落ち着いてていいかもね、それ。コントラストもいいんじゃない？ね。そう、確かにさ、後ろの台紙が白だったら結構強い。
いよいしょ。よいしょ。だよ。反応してる。飛行機。飛行機。また喜んでるよ。喜ぶよね、そりゃね。
美味しそう。お腹が空きました。超お腹すいた。夜はそうね、爆揚げ。そうでしょ。そう、底揚げの。そう、いやでもなんかほんとなんかさ、食べに来たみたいな。ようやくようやくね。これスンってなる。じゃあここの持ち方、この持ち方がすっごい綺麗になる気がする。いやもうそれが通常の持ち方なんですからね。ほら他のなんていうの、普通の器ってさこう持ったりとかさ、しない。じゃなりがち。あでもこれってできない。はいできないからもう綺麗な持ち方オンリー。うちなんてアクセントだらけなんじゃないアクセントアイテム内容がまだ分かんないから。あそうね、アクセントアイテムで彩りを加えるってあるから、まあてかそもそもこの本の、そうだね、はい、この本が何を書いてあるのかっていう話ね。だからリセノさんのセンスのいらないインテリアっそうね、ていう本で、まあだからセオリーだよね。セオリーというか、でもセオリーだよね。セオリーだね。セオリーとかアイディア。あれだね、まあだからコツみたいな感じだよね。今回で引っ越し終わってからずっとなんかなあなあでさ、家をこう置いてたそうね、ところ、もう疲れ切っちゃってね。はいね、今回で結構そのリスノさんの本棚であったりとか、ラグとかアートフレームとか、いろいろとアイテムが増えて結構家っぽくなった。家っぽくなったね、だいぶね。なんかシェリフ来ておおってなるもんね。シェルフね、ちょっとなんかやっぱあんまり大きい家具ってないか。そうやっぱ一つ置くと結構空間がね、なんかインテリアがグッと締まる。できたって感じ。できたの分かる。なんかね、そうそう、この本にもさ、書いてあるけど、照明ね。そう、うちまだライトがそんなに決まってないというか、まだ選べてないから、ね、このリセノさんのこの本とかさ、必要な明るさ。でもいいこと書いてあるっていうか。何目線？いや誰目線？定的なことが書いてあるので、考えて思っていたことが書いてあったから、あ、本当？安心した。安心した。いや、うちペンダントライトここに欲しくて、他は全部ペンダントにするとちょっとくどくなるからやめようねって話してたじゃん。そうだね。そしたらなんか書いてあった。なんかね、書いてあった。そういうことっていうか、なんか
ダイニングにはペンダントライト、他はリビングシーリングラはイトみたいなシーリングライトとフロアにどっかに1個置いてみたいな。まあその辺はよかった合ってるみたいな。そうで照明とかってさ、なんかさ、いざじゃあやるぞってなったらさ、やってなかったからさ、あれみたいな。そうちょっと分かんない。ちょっと分かんない。一番照明分かる、高さとか。そう高さとかね。だからなんていうの、この指標となる、ものがあるっていうのはまあ便利。参考になる。いいかな。なんかいい椅子を一脚ずつみたいなところがあるから。そうやって書いてあるね。書いてあるよね。ミックススタイルするとインテリア上級者のような空間作り。そうね。統一っていうのもまあ全然あるはあるけど、統一してめっちゃかっこいいな。まあ綺麗だもんね。もうプチーってなってね。っていうの確かにそうこれ書いてある、バラバラとした印象になる危険性はあるけれど、コツを押さえれば大丈夫って書いてあるから。抑えたいね。抑えたいね。書いてあったのがさ、まず一番最初かも。まず一番最初にシンプルな箱。さ、箱はシンプルなものを用意して、書いてあったでしょ。シンプルな空間を用意する。そうで、うちって本当にまさにそうだなと思って。そうだね。でこのリノベした時もさ、なんかめちゃくちゃ癖のあるようなリノベの仕方じゃなくって、できるだけシンプルな方に寄せたいっていう風にやっていた。なぜならば持ってるものがなんか癖強かったりするから個性がね出てる。そうだから前の賃貸の家はさ、もう癖強な空間に、癖強っていうかまあいろんなものがあった、からまあそれはそれである意味楽しい空間だったんだけど、今回はだからね、前回の賃貸こう天井がやけに高かった、空間自体は広かったからさ、確かに抜け感があったから、ある意味癖強アイテムがあっても空間が広かったっていうところでの圧迫感とかもなかったし、確かにね、いけたかもしれないけど、新しい家はさすがに吹き抜けではないから、そうだね。なるとちょっとそうだからまずはシンプルな空間を用意する、でベースとなる家具とインテリアを選ぶ、そうでアクセントアイテムで趣を加える、だからなんかこれ読んだ時にさ、うちらやってるかもしれない、もしかしたら、そう本当それみたいな内容だよね。そう知識としてさ、電気とかの話もそうだけどさ、知っといていいよねっていう。そうだね。本当うちも本当これだわって思ったのが装飾のセオリー。そう装飾なんだよ。うち結局ね、家具少なくってなんかちっちゃいものがいっぱいある。でその装飾のセオリーって言った時にさ、アクセントアイテムで彩りを加える、そこはもううちアクセントの任せてください。だから今回あれだよね、そのアートフレーム、ポスターフレーム、アートフレームに入れたポスターとかはアクセント以外の何物でもない結構何年かぶりに飾れて嬉しい。そうだね、自然素材でお部屋に複雑性を加える。もう複雑性みたいな言葉はいいよね。そうだね、最初の入り口を今ようやく、そうだね、少しこう今ちょっと見えてきたってとこだから、そうだね、引き続き探してやっていきましょうって感じですか。そうだね、インテリア、少しずつ、いや本当にね、一気に揃えようと思ってもね、やっぱできない、難しいし、だから一気に揃えようとしちゃうと、それこそさっきの椅子スタイルだって統一スタイルにならざるを得ないと思うの。確かにね、やっぱ時間かけるっていうスタンスでやらないと、ミックススタイルなんてそもそも無理な話だと思うから、いや本当そうだね、できるところからいいなと思ったものと出会ったところから、少しずつやっていけばいいんじゃないかなと。ゆっくりね、まずはカーテンかな。ありがとうございます。まさかここでここ今このシーン一番最後に絶対使います。ありがとうございます。よかった。